第3章開口。終戦後、結核を発症し、治療のため、桑名の親戚の家に身を寄せていた隆は、その後、縁あって、造り酒屋の一人娘、美智子と結婚していた。最近では、ようやく、電気関係の事業が軌道に乗り始めた。そこで、長らく3人の子供と共に、居候になっていた妻の実家を離れ、一家で暮らし始めていた。妻の美智子はお嬢様育ちでおとなしく、何でも親の言いなりで、当初は反対する両親に遠慮して、家を出ることになかなか首を縦に振らなかった。それでもなんとか美智子を説得し、実家に近い民家を借りて暮らすことになったのだ。肩身の狭い思いをしてきた隆は胸をなで下ろしていたが、家を出ることに不安を感じていた美智子はまるで違っていた。目と鼻の先の距離であっても、一度も両親の元を離れたことがなかった美智子にとって、実家から孤立した隆との生活は、不安以外何者でもなかった。次第に塞ぎ込むようになり、そのうち会話すらなくなった。不安定な精神状態から子育てもままならなくなり、子供たちも隆も割れ物に触るように接していたが、全く変化はなかった。あまりの憔悴ぶりに見かねた隆が両親に相談し、結局美智子は実家に戻っていった。まだ母親が恋しい3人の子供たちも再び美智子の実家に預けることとなった。それっきり美智子からの連絡はパタリと途絶えた。子供の様子が気がかりで電話するも会話は続かず、そのうち電話にすら出なくなった。そして挙句には娘を溺愛していた両親から回復の妨げになると連絡するのを断られるようになった。美智子と共に暮らしてきた小さな幸せは音を立てて崩れ去っていった。特別なことなど何も望んでいない。ただ家族水入らずで静かに暮らしたかっただけだ。幼き頃より家族の温かみに触れず孤独と向き合ってきた隆にとって、子供たちと離れ、美智子からも忘れられる現実は何者にも代え難い、残酷なものだった。やがて、再び訪れた孤独な日々を忘れるかのごとく、ますます事業にのめり込んでいくようになった。日下藩、今度の旅行は元請けの社長さんらも来るから、こだしてや。近々、下請けの寄り合いが、親睦を兼ねて勝浦で実施される。それにあんたもいろいろあったし、たまには、気晴らしに参加したらどうや。わかりました。前向きに考えときますわ。時間を惜しみ、日々営業に勤しんでいた隆は、あまり乗り気ではなかった。しかし、
お世話になった同業者の誘いを無下に断れず、仕方なく参加してみることにした。総勢20名でバスを貸し切り、勝浦まで1泊2日の旅行が始まった。車内は宴会ムードで随分と盛り上がり、観光名所をいくつか巡った一行は、早めに宿に着いた。夕食の宴会までは十分時間がある。すでに出来上がっている面々と、これ以上付き合う気にもなれず、時間つぶしにあたりをぶらついてみると、久しぶりに見る青い海に少しだけ癒された気分になった。夕暮れ時の冷たい風が酒でほてった体に心地いい。背中を押されるように海岸沿いを通り過ぎ、いつの間にか土産物屋が立ち並ぶ通りの一角までたどり着いた。さらにそこから先へ進むと、一軒の古い食堂があった。中では主人らしき年老いた男性と、笑顔で常連客の相手をする若い娘が一人働いている。前を通り過ぎようとしていた高志は、その娘の笑顔にハッとし、足を止めた。色白ですらりと伸びた長い首に、憂いのある切れ長の目。それでいて、気取らず屈託のない明るい笑顔。亡き母の面影が蘇った瞬間だった。薄暗い霧が一瞬で晴れ、夢心地に包まれた高志は、吸い込まれるように店の中へ入っていった。いらっしゃい。お客さん、何にしますか？高志はますます娘の笑顔に引き込まれた。豚汁セットで。宴会があることも頭からすっ飛んで、うっかり注文してしまった。気づけば、豚汁の味すらわからず、娘の笑顔をずっと目で追っている。もしかして、お茶のおかわりですか？視線を感じた娘が声をかけてきた。はい。娘がお茶を注ぐと、続けざまに3杯飲み干した。その様子に娘が笑い出した。お客さん、そんなにお茶ばっかり飲むと、豚汁食べれませんよ。いや、そうですね。近くで見る娘の笑顔に、ますます高志は魅了された。お近くの旅館にお泊まりですか？はい。店の時計をちらり見ると、もうすぐ宴会の始まる時間だ。そろそろ戻らないと宴会始まりますんで。娘はまた笑い出した。宴会前なのに、豚汁注文したんですね。うっかりしてましたわ。では、また来ます。高志は慌てて店を出ると、小走りに歩き始めた。内心会社の宴会など、もうどうでもよかった。このままこの娘と他愛ない会話を永遠に続けたい。高志はそう感じていた。久美ちゃん、もう上がってええよ。店主が娘に言った。それじゃあ、これ片付けたら上がりますね。さっきの客、ありゃ、久美ちゃんに気があるね。店主がにやりとした表情で組に言った。何言ってるんですか？いやいや、あれは絶対久美ちゃんに気があるな。わしゃ、奥からずっと見とったから間違いないで。頼んだ豚汁に目もくれず、久美ちゃんばっかりずっと見よったわ。そんなことないですよ。誰かにでもそっくりだったんじゃないですか、きっと。まあまあ、年寄りの勘もなかなか捨てたもんでないで。ありゃ、また来るで。しかし、あんたも器量よしやのに、なんでこんなとこで働いとう？もっと、ええとこあるやろ。
私、ここが縁です。そうか。まあ、うちは助かるけどな。すいません。明日、朝一、郵便局に行くんで、ちょっとだけ遅れていいですか？久美は知恵にお金を送るため、現金書き留めを準備していた。あ、かまへん。用事済ましてから、ゆっくり来てくれたらええで。すいません。そしたらそうさせてもらいます。久美は手際よく、残りの洗い物を片付けると、割烹着を脱いで身支度を始めた。それではお先に上がります。あいよ、ご苦労さん。道すがら、久美は織田のことを思い出していた。彼のバイクの背に乗り、二人で出かけていたことを。何気ない会話で盛り上がったことを。しかし久美にはもう帰る場所も行くあてもない。名古屋の両家に嫁いだ恵美や両親にも迷惑をかけたくない。そんな時、久美の脳裏に浮かぶのは、知恵に連れられ一緒にやってくる。まだあどけない秀明の姿だった。何も知らず、ケタケタ笑いながら、久美の手を小さく握り返す感触がよみがえった。姉さんと二人なら、なんとかなったかもしれない。でも今は、秀明がいる。この小さな命だけは、その思いだけが唯一、ボロボロで壊れそうな心を支えていたのだ。